こんばんは。ソウルデザイナーやすよです。こんばんは。本日は、3月10日、木曜日です。あれ、水曜日かな？ライブ配信始まります。よしみちゃんこんばんは。けいこちゃんこんばんは。ですね、今日のお題はちょっと重めになります。星の2020年星の流れと、ウイルスのこれからの流れについてっていうことをお話ししようと思います。でですね、こういうことについては、私の生徒さん、クライアントさん、学んでくださってる皆様、あとオンラインサロンの皆様とか、そういう人たちにはもうずっとお伝えしてきてることなので、その人たちはもう随分このことに対しても、免疫力がついてるというか、こういう時代なんだよってことを、しつこいぐらいにずっと言い続けているので、伝える方も何でも伝えられることができるっていう風になっているんですけれども、皆さんこんばんは。なおみちゃん、ようこちゃん、ちあきちゃん、よしみちゃん、さおりちゃん、こんばんは。ありがとうございます。今日もお邪魔します。ありがとうございます。で、今までの私のスタイルっていうのは、私のところに来て、きっかけで、来ていただいた人たちにはふんだんに、私が知ってることを惜しみなくお伝えしてきました。で、そのスタイルでもういいんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、ちょっと今回こういうことが今起こってるので、そんなこと言ってる場合じゃないなと思って今日から、昨日からね、Facebook ライブを始めました。なぜならば、2020年というのは、多分私たちが、今回生まれてから、この世を去るまでの中で、一番メインになる、地球レベルでの最大の、今で言うとちょっとピンチみたいな感じになってしまってるんですけど、人生最大の地球レベルでの、大きなエネルギーが動く一年なんですね。で、それがどんな風になっていくのかは、もちろん予測はつかなかったんですけど、今回こういう地球レベルで今大きな変容の出来事が、ウイルスという形で始まっているっていうふうに考えたときに、これはきちんと、私のところに来る来ないとか関係なく知ってることはきちんと伝えていこうと思って、昨日から Facebook ライブを始めております。小林さん、あやこさんこんばんは。ようこちゃんこんばんは。なので、まず一つ、お伝えしたいのは、私が言ってることを別に鵜呑みにしなくてもいいと思います。あと、私が言ってることが受け止められないんだったら、上手にスルーしていただいても良いので、受け流してくれてもいいし、受け止めてもらえる箇所は受け止めていただければなと思います。なので、あんまりこういう公の場所だからといって、なんかあんまりもうごまかしたくもないので、私が知ってることは、堂々と正直にお伝えしていこうと思っております。よろしくお願いします。
で、今日はですね、星の、2020年の流れ、ホロスコープとか、そういう星の流れとか全くわからない人たちもたくさんいると思うので、なるべくわかりやすいようにちょっとお伝えしていきたいなと思うので、細かいことはちょっと省きます。で、2020年の星の、流れというのは、いろんな説がありますけど、何百年ぶりとか何千年ぶりに一度と言われてるぐらいの、ちょっと大きな、地球レベルでの大変革、もっと言うと大破壊とも言えるというか、本当に大きく破壊して、新しい時代を作っていくっていうのがまさに2020年のエネルギーなんですけれども、特にどういうところが、破壊、見直されていくかというと、主に社会システムです。社会システム、経済の仕組み、もう不調和な組織、不調和な状態、不調和な国家のなんか仕組み、不調和な政府の仕組みなどなど、こういうものが、もう破壊されていくっていうふうに2020年は言われておりました。で、それはどんなふうに、どういう形でどんなふうに破壊されていくのかは、多分誰しも予測できなかったと思うんですけれども、もしかしたら予想してた人もいらっしゃるかもしれないんだけど、まず2020年のスタートは、オーストラリアの大きな火事がまだ印象的に残ってると思うんですけど、2020年始まりはオーストラリアの何億という動物が、山火事で亡くなっていったっていうところからスタートして、でももうこの時、コロナウイルスは実は多分あったんですよね、1月。でもこんなことになるはずも誰も予想してなくて、中国で終わっていくんではないかっていうふうにみんななんとなく見てた。あの時はなんか中国大変だねみたいな感じで、私たちあまり関係ないよねみたいな風で見てたと思うんですけど、こんばんは、さきちゃん。実際はそうではなく、日本に来て、今、イタリアに来て、アメリカに行って、イタリアはもう多分370人ぐらい亡くなってるんですよね。イタリアが多分一番スピードが速く、コロナウイルスによって亡くなられた方が、急増しているっていうふうに聞いております。こんばんは、純子さん。なので、ちょっと、私もずっと星の配置で宇宙のエネルギーとか、地球レベルのエネルギーっていうことを、ずっとお伝えしてきてるんですけれども、ちょっとね、びっくりしてます。ちょっとじゃないかな。でも、予想はついてたけど、こういう風になるのは本当に、誰しもがちょっと動揺を隠せないような感じになってると思います。で、こういう時に、じゃあどうしたらいいんだろうっていう風に皆さん一人一人考えると思うんですけど、どうしたらいいと思いますか？どうしたら、なんか講座見たくなってきましたけど、どうしたらいいんでしょうっていうのは別にね、こういうことになるならないはちょっと関係なく、私たちはあまりにも外側に意識を向けすぎながら生きてきたっていう時代があまりにも長くて、それは周りと同じように仕事をし、周りと同じように結果を出したり、お金を稼いだり、
仕事中心になったり、生活するために我慢してお金を生み出すとかいうことに、あまりにも、当たり前のように、生きてきてしまった時代が長すぎて、自分自身の内側にフォーカスを当てるっていうことをだいぶすっかり忘れてきてしまったっていうことの、歪みみたいなのが今吹き出てる感じなんですね。なので、この、資本主義というか、そのお金とか成長とか進化とか、そういうものばっかりに意識を向けすぎた結果、地球さんがね、ちょっともう、これ以上はもう無理ですというメッセージだと私は見ていて、これ以上もう行き過ぎると、もう難しいっていう判断のもと、この2020年の現在の出来事が起こっているっていうふうに私は捉えています。なので、じゃあどうしたらいいのかっていうと、私の生徒さんとかにはもうずっと同じこと言い続けてるんですけど、結局は自分自身の人生とか自分自身が本当にどうしていきたいのかっていうところにもっと本質的なレベルで、フォーカスを当てていくっていうことが今何よりも大切な時期に来ていますので、こんなことにならないと本気で自分の人生とか自分が本当にどうしていきたいのかっていうことを考えられないのかななんてちょっと思っちゃうんですけどでも人間っていうのはやはり慣れてしまう生き物で、みんながそうしてるからそうしなければならないみたいな感じでずっと走り続けてきた時代が長かったんですよね。なおみちゃんこんばんは。えみこちゃんもこんばんは。なのでもういよいよそうも言ってられませんっていうのがまさにこの時期となります。なので個人、私たち一人一人が、本当にどうしていきたいんだろうっていうことを本気で考える時が今やってきてるんではないかっていうふうに、私の中では感じているので、具体的にじゃあどういうふうに向き合ったらいいのかとか、今って本当にどういう流れをこの大きな地球レベルで見た時にどういう流れになってるのかっていうことについてもこれからの Facebook ライブで、少しずつ一気に話すと皆さんわけわかんなくなってしまうと思うので、少しずつお伝えしていけたらいいなと思います。はい。なので、これから大きく変わっていくところはですね、多分もう経済は完全に形を変えていくと思います。今日か昨日かニューヨークの株価が大暴落したりですとか、いろんな形で、経済の仕組みがもう今まで通りにはいかなくなってきてるのはもう目に見えていますし、社会のシステム、特に教育とかも大きく、流れを変えていくんだと思います。みこちゃんなんかは今お休みなのかな？なので、子供たちが学校に通わないっていうシステムも多分変わってくると思うし、とにかくね、多分、今まではこうだったよねっていうところが、ことごとく変わっていくんではないかっていうぐらいの、今状況に来てると思うので、まだまだ、今はまだ本当に始まりの始まりに過ぎず、始まりの始まりの始まりぐらいだと思っといてください。で、こっから、きっと、私はね、これをとても、悪いことだとは思ってないんですよね。どちらかというと、
人間が本当の意味で意識の変化をしていくには、もうまたとないチャンスだと思ってるので、もちろんちょっといろんな痛みとか、いろんな今まで通りいかないっていうことに対する恐れや不安などは、もう致し方ないというか、必ずそういうところを通っていくようになってしまうかもしれないんですけど、ポイントは、どういう状況になったとしても、自分自身の本質的な部分としっかりつながっていれば、必ず乗り越えていけることだと思うので、ぜひそこの部分を、自分の本当の本質的な部分に力を取り戻していくっていうことを、皆さんで一緒にやっていけたらいいんじゃないかと思っております。けみちゃんこんばんは。ちかこさんもこんばんは。お久しぶり。はい、そんな感じかな。なんかいつも喋ってるメンバーの場所ではね、もっと結構辛口で、もっと突っ込んだことをたくさん喋っているので、それはなぜかというと、受け取りたい人と与えたい人が、しっかりと信頼関係のもとつながっているからなんですよね。それだからお互い安心して本音で本気で、包み隠さず伝え合える言い合えるっていう関係性が成り立っているので、その中の世界ではもう、私はいつも言いたいことをもうどんどん言っているっていう状態になるんですけど、ここのね場所 Facebook ライブでは、まだそういう私が言いたい放題言うっていう場所ではないと思ってるので、まだその信頼関係っていうものが全員と築き上げれてるわけではないから、そこら辺はもう少し考えながら、でもごまかさず丁寧に、ゆっくり、関係性を育んでいけたらいいなと思っております。今日はそんな感じです。みんななんかコメントないですか？質問とか。質問があれば、ぜひぜひ。これって質問書けんのかな？質問とか応援とか、励ましとか。よかったらお願いします。そして、今日はね、満月です。乙女座の満月で、スーパームーンと言って、すごくね、地球に、最も近いっていうか、かなり近いエネルギーなので、すごく感情レベルでざわつくような人が多かったり、あとは体調もちょっとぼーっとしたり、だるかったり、眠かったり、ちょっと具合が悪いかもしれないです。エネルギーが強すぎるので。みおちゃんだ。こんばんは。お久しぶりです。なので、ちょっとね、ゆっくりされて、あまり、自分の感情に飲まれすぎないように、ちょっとゆっくりお風呂でも入って、お塩とか、お酒とか、お風呂にドボドボ入れて、ゆっくり、浄化デトックスしてみることをお勧めしたいと思います。そんな感じです。それでね、一つ、ご案内なんですけど、こういうことを、もっと深く知っていきたいとか、もっと自分の内側にフォーカスを当てて、本質的に自分に力を取り戻していきたいって、もし思ってくださってる人がいらっしゃるんであれば、オンラインサロンの方に、お越しいただければ、さらにこれのもっともっとディープな深いことをお伝えしていきますので、よかったら、チェックしてみてください。これからね、いろいろなことが、いろいろ起こってくると思いますけれども、
でも安心してくださいっていう言い方はちょっとできないかな。安心してくださいとか大丈夫ですよとかいう言い方はあまりにも無責任なので、ちょっと言えないけど、でも、今こそやっぱり自分の人生とか、自分自身の本当の、思いに触れていくっていうことに時間をたくさん使ってほしいなと思っております。ではでは今日はこれぐらいで、終わりたいと思います。これからもこちら Facebook ライブでも毎日だいたい10分ぐらい、いろんな情報をお届けしていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。ありがとう。心強いチームの皆様ありがとうございました。では、ラッキースターシップオンラインサロンはまた今夜、22時半からスタートいたしますので、オンラインサロンの皆様はまた22時半に、集合していただけると嬉しいです。では、今日もありがとうございました。